やれしたい。はい、皆さんこんにちは、こつぶです。久々にですね、鹿の島を始めます。この動画が出るのは年明けだと思いますが、現在撮影日は12月30日、年末でございます。2021年走り納めをしようかなと思いまして、鹿の島までやってきました。いや、お前車じゃねって思ったでしょ？ちゃんと二輪で走るったい。はい、というわけで、本日の私のお供はこちらでございます。じゃーん！てってれーん！めちゃめちゃコンパクト。そう、自転車です。二輪は二輪といえども自転車に今日は乗ります。そしてこれなんとびっくりなのが電動自転車なんですね。出しますか、よっこらせ、よいしょー。というわけで本日のお供は電動自転車です。はい、というわけで私としては珍しく自転車を今日は持ってきました。鹿の島って、私が普段バイクにばっかり乗ってるから、福岡県のライダーの聖地ツーリングスポットっていう風に紹介してるんですけど、車もそうですし、自転車にとっても、サイクリストの聖地みたいな感じでもあるんですよ。島一周ぐるーっと綺麗にできるように自転車用の青いマークとかがついていて、ちゃんとねサイクリストにも優しい島になっています。休日とかになるとね、バイク以外にも自転車の人もいっぱい走ってるんですけど、私思ったんですよね。なんかバイクで走るとさ、バイク同士でさ、こうやってみんなすごいいい音するね。こうやってみんなさ、おいおいみたいな、イエーイっつって合図を送って楽しそうな仲間意識みたいな生まれるんですけど、自転車に挨拶したことないなと思って、あれ何なんだろうね。自転車同士は自転車同士でなんかあるんかな、そういうのっていうのがすごい気になったんで、今回ちょうどですね、今クラウドファンディング中の新しい製品をちょっとレンタルさせていただきましたんで、これを使って旅から帰って5キロ太った私がですね、自分の足で自転車で鹿の島を一周して一体何人野営返ししてくれるのかっていうのを、裏企画として、そしてこの自転車もちょっと紹介していきながら鹿の島ツーリングやっていきたいと思います。そんなわけで、まずこの自転車ね、どういったものなのかっていうのをちょっと軽く説明させていただきたいと思います。こちらがですね、見ての通りこんだけコンパクトになる折りたたみ式の電動自転車です。こんな非力の私でも持ち上げられるぐらいの軽さです。 15.5 キロ。電動自転車ってめちゃめちゃ重いのよ。基本折りたたみ自転車サイズで15キロってなかなかね、革新的な重さらしいです。さあ、そして折りたたみということで展開してみますかね。まずこのハンドルの部分、このレバーですね、カチッと1個止めます。次にこの真ん中の部分をよいしょ、展開。しっかり自転車の形になりました。このペダルとかが折りたたまれているので、こうやって戻してあげて、あと椅子をですね、このレバーを開けて自分のちょうどいい高さにセッティングする、これだけです。というわけで私でも簡単に組み立てることができました。これめちゃくちゃスマートですよね。これでさ、電動自転車っていうの信じられなくない？なんか電動自転車って言ったら、なんかものすごいバカでかいバッテリーみたいなのがなんかこの辺にドカーンってあったりするイメージなんですけど、ぱっと見そういう風に見えない、スタイリッシュな感じでびっくりした。こうやってね、持ち上げられるぐらい軽い素材の秘訣となっているのがカーボンフレームということで、みんな大好きカーボンですよ。バイク乗りカーボン中になっていく人が多いですからね。錆びる心配がないらしいんですよ。これね、地味にありがたいんですよね。電動アシストをオンにする際のモニターですね。すごい立派なモニター、バイクのメーターみたい。ここで長押しでオンにします。GoPro に映るかな、時速何キロっていうのも出ますし、このボタンの上下がアシストの強さを決めますね。で、上げていくとこうやって1、2、3、4、5段階までアシストしてくれますね。早速今から試してみたいと思います。で、走行距離とかも出るので、なんかほんとバイクみたいな感じですよね。よいしょ。今日寒いからさ、めっさ防寒してきたよ、ちゃんと上下。じゃあこれで今から鹿の島一周行ってみよう。それではいつもの定番のですね、鹿の島の休暇村スタートで出発します。早速電源オンにして電動アシスト使っちゃいたいなと思います。アシスト5段階あるんで、ちょっとマックスで1回行ってみますか。せーの、スタート。おすげえすごい、めっちゃグイーンっていった。これさ、ギア軽くしてたらなんか実感湧かなそうやけん、マックスでさ、行きましょうか。普通飛び出しってめちゃめちゃ重いじゃん、マックスにしてたら。電動の力を借りたら、おお、すごーい、めっちゃついつい行く。ここ坂ですよ。今ね、めっちゃ登ってってます。余裕じ
やん。マックスはさすがだね。でさ、これさびっくりしたのが、ここにね USB の充電ポートがあるんですよ。でここに充電器挿して携帯とか充電しながらできるの。なんかここに携帯ホルダーとかつけたらさ、バイクの人もよくやってると思うし、私もよくやってるんだけど、なんかウーバーの人とかもさはかどりそうだよね。でこれでロングツーリングとかもできそう。鹿児島ちゃんとねチャリロードがあるんですよ。優しい設計にはなってます一応。あ、バイクだ、イエーイ。あ、今日返してくれた、返してくれた、やった。第一八重人発見。ゼロ人説をちょっと唱えてたんだけどな。でもなんか今困ったように上げてたよね。今ね、今条件反射で上げてくれるんかな。さっきね GoMAX で余裕だったんですけど、ちょっと1で、なるほどね、なるほどね。何あの人で、すごい人を通ったよ。今見た。変える？正面から見たいわ。すれ違いて。確かに1ではまあさすがにそれは5よりは弱いんですけど、なんか補助されてるな感はなんとなく感じます。はい、2、あ、いいねいいね。はい、3、3ぐらいまでいくと結構がっつりグッと足を入れた瞬間に3ぐらいからしっかり伝わってきます。今んとこ八重カウント1人。いや、てかめっちゃ綺麗。見てください皆さん。うわー、すごい。バイクだとさこんなちょこちょこ立ち止まったりできないけど、チャリだとこういう楽しみ方があるんやな。まあ外周比較的平坦ではあるんですけど、上り下り上り下り結構繰り返しますね。でこの真反対の方に行くと多分ねだいぶ上りのきついところが出てくると思うんで、そこがまたね電動さんの腕の見せ所っすね。おっと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 、おなんかねサスが効いてる感じがする。サスって言い方バイクなのか自転車にいいのか分かんないけど、ショックアブソーバーいいやつが入ってるらしくてですね、なんかデコボコした道でも衝撃吸収。あ、やえーみんなー、ダメだった、やえならず。めっちゃいい感じに衝撃をね吸収してくれるらしいです。さっきやえ知り合い説だ。こんにちはそうなんですよ。これ今撮影してて、チャリでも八重返してくれるのかっていう第一八重返してくれた人知り合いでしたありがとうございます。よかった。はい頑張ります。では良いお年をありがとうございます知り合いだった。私って分かってたから八重してくれたんか。今んとこ4人ぐらいには振られてますね。バイク来たやっほー。やってくれた。やった2人目来ました。よいしょー。いいね、この乗り出しの時のって踏ん張る感じがなくていいわ。助けてくれるもんね初速。それで一体電動アシストつけて何キロ走行できるのかっていう話なんですけど、別売りでねボトル型充電バッテリーっていうのがあって、それをつけるとトータルで110キロ最大で走行できるらしい。来た、やっほーめっちゃ返してくれた。3人目なんだ、みんな結構返してくれるんじゃん。ちょっと楽しくなってきたな。最初恥ずかしかったけどな。ちょっと振られると悲しいな。やっぱ鹿児島ライダーサンキュー。気合い入れてオラオラ走っていくか、がっつり。来たライダーいっぱい来た。怖い。ヤンキーっぽい。ちょっと怖いな。ドック行くんか。ヤンキードック入ってもうた。いい音するただヤンキーに八重できんかった。ちょっとちきった。桃地の方が見えてまいりました。ペイペイドームとか福岡タワーが見えてきたね。鹿児島からのね西区側の景色めちゃめちゃ良いですよ。ライダーだ。ヤッホーイエーイ来たー。4人目5人目どっちだ。みんななんかちょっと一瞬困惑したように返してくれるな。アシスト5めっちゃ楽、最強。うわー、この夕暮れの港町の景色めちゃめちゃいい。どうですか皆さん、素晴らしい。バイク来た。ヤッホー。無理だったー、振られたー。もう夕日が差してきた。夕暮れのお時間でございます。でこぼこだー。
イクだ、ヤッホー。あ、来た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 、2連続よっしゃよっしゃ来た、あざっす。なんかめっちゃ今笑われた気がするけど、綺麗。あ、待って、めっちゃ綺麗。やばい、何、めっちゃ綺麗、すごい。え、最高じゃないこの景色。めっちゃ綺麗、最高なんだけどこのサイクリング。見てください皆さん。あー、ヤッホー。いや、返してくれた。最高ですよ、素晴らしい。こんにちは。チャリでもライダーは矢へ返してくれるのかっていうなんかノリノリで返してくれたからウェイっつって珍しいなってですよね。よく見たら、あ、こっちだから終わってくれた。はい、なんかありがとうございます、わざわざ。じゃあ気をつけて、あ、良いお年を。私って分かる人おるんやな。ハートフルボーイたちやった。ハートフルボーイ、あざっす。あ、激坂だなこれ。激坂だこっから。でもこれ私ギア7段だからね、今めちゃめちゃ重いのにしてるんですけど登れます。あ、バイクだ、ヤッホーヤッホー、ウェイ、タンデム来た。うわー、ちょっと待って、こっち側寒いね。あー、風が、あ、ニダボー、ニダボー、あ、ダメだ、振られた。私の愛するニダボーダメやったな。めっちゃ今もかっけかったな、今のニダボー。青かったよ。自分でやったんかな。カスタムしてる感がありましたね。今日さバリ風強いんだけど、見てよこの波荒れてる。今ね、めちゃめちゃ向かい風なんですけど、アシストなかったら風でもうちょっと抵抗があってきつかったんじゃないかなと思いますね。あ、でもただね、さっきね電動を切ってやってもこんだけギアもあるんで、まあね、なんとかなるよ。普通のねママチャリ型の電動自転車と違ってマジで軽いんで全然スイスイ漕げるとは思いますけど、そもそもねすごい長い距離走れるので毎日の通勤とかぐらいじゃ電池切れの心配はしなくていいと思いますね。あ、バイク来た、ヤッホー。あ、ダメでした。いい感じに息が上がる。あれだよ、ジムでフィットネスバイクを延々と漕ぎ続けてるよりはどっかいい場所見つけてサイクリングに出かけるみたいな方が飽きが来なくていいかもしんないね。なんかすごいちょうどいい負荷で適度に運動になるけんいいかもしんないですね。休暇村に行く前の峠ゾーンに入りました。普通のチャリやったら立ち漕ぎでもしんどくて進んでないと思う。こんにちは。あ、そうです。やっぱり、いや、よいしょ。はじめまして、いや、めちゃくちゃ似てるなと思って。すいません、なんか、こんにちは。良いお年を。すごいな。私が自ら悪目立ちしすぎてるせいや、これは。絶対おかしいですもん。自転車の人がバイクに八重なんてするわけないと思って、小粒さんじゃんってなったってみんな言っとったな。存在をアピールしに行ってしまってる企画ですね、これは今回。これね、もうね、ラストスパートなんですよ。この峠を抜けたら、ほら見て、急勾配注意。でも余裕です。まあ、適度に息は上がるけどね、それはもちろん。軽く流してるフィットネスバイクみたいな感覚ですね。激坂のアシスト5。あ、もう最後は下り坂だー。ずっと下りや、めっちゃスピード出ちゃう。メーターがあるけん速度がわかる。30キロ、原付と同じスピードで走っとう場合は寒い。漕ぎたい、ペダル漕ぎたい。あー、ゴール見えました。ゴール見えましたよ。バイク乗り全然おらん。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あれ、ニダボの人だ、さっきの青ニダボの人や。あーやい、返してくれなかった人や。あ、マジ全然気づかなかった。よいしょ。じゃあ、はい、ゴールというわけでですね、一体何人八重を返してくれたのか、ちょっともう必死でですね、一周回るのにあんまり数えきれてないんですけど、編集の時に数えたいと思います。というわけで、めちゃめちゃ楽しかった。すごい新鮮でした。いつもバイクなんでいい運動になりますね。サクッと折りたたんで積んで帰りますか。畳む時もですね、ペダルをウィンと、これを座席を一番下に下げます。レバーを開放して半分に、ごめんなさい、これも上下するんだ。
このレバーを解放して最後こいつを折りたためば完了。せーの、よいしょよっ、アシスト完了。一日ありがとうございました。